会った頃の私たちは心細くて不安もあったけど、いつもどこかでワクワクしてた。とにかくあの頃の空はなんだかすっごく広かったんだ。たよおかえり。おやすみ。今日の朝飯当番種田でしょ。ちょっと今日は勘弁して。貫徹なの俺。謝罪もなしに寝るか普通。ごめん。すみませんでしょ。すめん。朝からムカつく男だね。バイトは？どうにか山越えた。今日から俺は堕落するよマジで。メイクさんも仕事頑張ってね。実家から野菜を送られてきたから、今日からまたカレー祭りだよ。それって超大変。だから何が？雑誌の下請けでイラストのバイトって彼氏さん食べていけるんですか？無理だから一緒に暮らしてるんだけど。私も今彼に部屋が広すぎるから一緒に住もうって言われてて。金持ちなのね。
資産家の息子かなんかで、今時両手にブルガリの時計ですよ。すごくないですか？バカなんじゃないの？治ったよ。あんたもさ、うちの社員なんだからコピー機くらい自分で直そうよ。いや、いいです。私別にそういうの必要ないんで。何これ？あ、え、自分さ、入社して2年目だよね。学生のノリがいつまでも通用すると思ってんの？それに今日の会議の資料もさ、これどういうこと？ホチキスは右上に2個って言ってるよね。何回言えばわかんの、ね、新しいお店か前まであるお店、どっちがいい？話聞いてんの？お前の代わりなんてさ、いくらでもいるんだよ。やっぱり私社会人に向いてないのかな。つつましく生きようと頑張ってんだけどね。そこんとこどうなのよ、平八さん。まあいいや。そう自分に言い聞かせて私は毎日を何とかやり過ごしている。課長。超気分が悪いんで早退します。それでもどうしたらいいかわからなくなって体に毒が溜まっていく。ただいま。まだ寝てるし。種だ。私会社辞めちゃおっかな。なんてうっそん。そんなバカな真似しない。やめちゃいなよ。本当に芽衣子さんがそうしたいなら。きっとどうにかなるさ。行き着く先が世界の果ての果てだとしても、芽衣子と俺はずっと一緒なんだから。
ていうか俺がどうにかする。おおちょっとギブ、いやギブだって。その日、私は辞表を提出した。あんたがうちの店に来るなんて珍しいと思ったけど、本当に辞めちゃったの？本当にやめちゃったの。ああ、散々愚痴ってたから時間の問題だとは思ってたけど。これ買っちゃっていいですか？怖い。現実逃避でショッピングに走ってるし。こう見えても結構貯金あんだよ。つっても種田はフリーターじゃん。まあ切り詰めれば1年くらい持つんじゃないかな。次がすぐに見つかるなんて保証どこにもないんだよ。気が向いたら洗濯して散歩して、あーなんて自由。で、種田は何だって？出したって何よ。だから辞表だって。いや、やばいじゃん。それかなりやばいじゃん。俺はこれからどうすんのよ。だって種田がどうにかするって言ったんじゃん。っていうかほら、気が半分で落ちてたっていうか。タマ今日はもっとゴリゴリした曲がやりたい。なんだよ急に。何新曲？俺譜面もらってねえけど。うっせえよ。でもそんなんいらねえよ。魂で演奏しろ。
って種田私がスタジオ来るの超嫌がるもん。最近人前で歌ってないから照れてるんだよあいつ。何番だっけ？私たちは大学時代軽音サークルで知り合った友人同士だ。卒業してライブはしなくなったけど、月2回のバンド練習だけは続いている。いやマジでメイコは正しいよ。やっぱ人間企業の犬になり下がっちゃ終わりだって。実家の薬局継いだお前もひよってるっつああ言うか。大学6年間つぽってるんだお前が言うか。もうやめてよ。どっちもどっちだって。変にメイク煽らないでよ。誰だお前はそこら辺どう考えてんだ。なんとも言えねえ問題じゃね。はい。お前来たね。危ない危ない。ギブギブ。いいなあ、種田たちにはバンドがあって。私も早くなんか見つけないとな。趣味の音楽なんて一銭にもならん。そりゃそうだけどさ。なんか怒ってる？大丈夫？ちょっと。そんなに酔ってたの？メイクさん、俺すっげえ怖い。正直これからの生活すっげえ心配。明日から私ちゃんとするから。メイコさん早速帰ってんの？種田がせっかく買ってきてくれたんだもん。おはよう。あ、おはよダメ、種田は、自分のに書いて、で、なんでいきなり来るかな。同窓会なんて前から決まってたんでしょ。だって都会のホテルは豪華すぎてね。あんたどうせ土日は仕事休みなんでしょ。ありがとうありがとう。お母さん来てるって。お前ら同棲してんの知ってんの？だからバレねえように追い出されてんじやっぱさビジュアル的に俺がギターじゃね？
いや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 なんでよ。だってお前デブじゃん。デブっつったらドラムじゃね？なんで勝手に決めてんだよ。デブだから。おいお前ら集合。はい集合集合。なんすか？デブがベース弾いてますけど何か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 。まあ勢いっていうか。もう嫌になっちゃうな。なんで何も相談してくれなかったの？相談って言ったって。うちに帰ってきなさい。やだよ。じゃあ仕事辞めて東京に残ってどうするつもりなの？夢みたいなことばっかり言ってないで少しは人生考えなさい。うるさいな。ちゃんと考えてるよ、自分の人生くらい。いつまでも子供扱いしないでよ。私たちのことは私たちで決めるもん。早くお前んち行って弾こうぜ。3人ともギターだ。なんでやる気あんのかよ。スタジオで音出してるだけの俺たちもどうよ。じいさん、それ置物だからちょっと先行くとポストあるから。どなたか存じませんが親切にどうも。帰るよ。ポストに間違えられるお前の人生ってなんだ？何してんのビリー。おう。頭痛い。ドラッグをくれ。おお、妙な英語使うんじゃねえよ。わざわざこっちまで来て頭痛薬買いに来たわけじゃないんだろ。なんか用か？ビリーはさ、どうなのよ。どうって何よ。ビリーって実家継いでるわけじゃん。人生に納得してんのかなって。いきなり来て人生ってお前。おう、めいこちゃん。こいつでそんな哲学わかるわけないって。おう、ちょっとパチンコ行ってくるからな。じゃあな、めいこちゃんな。またな。実家はともかくあの頭皮だけは継ぎたくねえな。その質問はさ、少なくとも俺じゃなくて誰だに話すべきじゃない？だよね。なあ、めいこ。うんお会計。さっきの話だけだよ。ああ、お前が子供の時 UFO にさらわれたって話だっけ？してねえだろんな話。ほら練習は続けてんだしさ、そろそろ本格的にバンド再開してライブ。じゃあ何ですか？俺がバンドやるっつった大学6年の加藤君は俺についてくんの？加藤！あっ！
俺はお前についていくつもりだぜ。なんでもねえよ。なんでもねえ。じゃあな。先輩ベースうまいっすね。たまに怪しみだれてるけど。君は心の傷を赤裸々に路上で歌うけ。これ入部届。まだ出してなかったんで。サバ鮎川です。まあ一応預かっとくけど、俺ほとんど OB よ。何年すか6年。終わってる。種田一服しに行かね。持久性なんだから良子の人と変わんねえって。もうちょいやろうかな。よっ。おう。おい。おう。俺レジ締め終わるまで遊べねえぞ。おお、いいね、なんかその響き。あんまガツガツやってっと親父に怒鳴られんぞ。おじさんもう店番してねえの？そろそろ隠居じゃね。年取ったね。つうか俺たちもか。あんまうるさくすんなよ。おう。私の歌なんて悩むために悩んで無理に作り出してる偽物なんですよ。どうなってんだこれ。本当は歌いたいことなんてないんですよ。誰かみたいなこと言ってんじゃねえよ。そんなへりくつばっかりこねてった俺らみたいになっちゃうぜ。それでもやれよ。意地でもやり続けりゃ
そのうちなんか見えてくんだろ。ああ、ちょっと休憩。ああ、はい。サバか。鮎川だっつん。まあ頑張れよ。先輩も頑張れ。もしもし。もしもし、加藤何やってんの？今日愛ちゃんとご飯食べる約束だったんでしょ？あの子デブ。ああ、完全に忘れてた。一瞬の気の緩みで積み上げてきたものが全部パーになるかもってこと。よーく考えてみ。はい、走って帰ります。愛ちゃん完全に乗りこなしてるな。まあね、棺はちゃんとしとかないと。この間も携帯見たら大学の女とメールしてたからぶん殴ってやった。それでもいつまでも学生やってることは起こんないんだ。だって加藤は普通のやつだもん。これから長くて退屈な人生が待ってるってあいつ分かってるし、ギリギリまで遊ばせてやろうかなーって。ねえ愛ちゃん、ん？種田は頑張って大人になろうとしてんのかな？だとしたら？おかえり。仕事山越えた？うん、どうにか。扇風機直ってる。適当にいじったら治ったよ。おお。見て見て。フリマで800円。おほ。機械の人も使い捨てなんてあんまりだもんね。もしかして今の仕事つらい？まあ決して楽しくはないよね。なんで？種田、本当はちゃんと音楽やりたいんでしょ？だったらやればいいじゃん。っていうかバンドやってよ。おい種田、最近仕事の能率悪いよ。どうしたん？急にそんなこと言い出して。そんな怖い顔されても困っちゃうよ。今日はそんなんじゃごまかされないよ。
俺の才能って平凡よ。今さら本気でやってるやつにかなわないって。才能ないから本気じゃないからっていっつも逃げてばっかだね。種田は好きな音楽で誰かに批判されるのが怖いんだよ。褒められたってけなされたって評価されて初めて価値が出るんじゃん。おーい。何？やる気なしのマニフェスト？それで本当にダメだと思ったらその時はその時だけど。その時どうしてくれんの？一緒に死んでくれんの？冗談だよ。おい種田、何してんの？あ、もう痛い痛い。研究。今はなしで。無理。逆らってみるか、流れに。ごめんビリーさ、もうちょい出だし入め入ってんで、加藤イントロ試しに下まで弾いてみて。オクターブ？あ、そうそんな感じでそれから何？いいよ。なんでもねえよ。やろうぜ。じゃあ最初から。え？だからバイトやめたよ。大丈夫。絶対バンドで食えるなんて思い上がってないよ。今度のレコーディングにさ、集中したいんだ。加藤とビリーにはまだ言ってないけど、何かしらのきっかけがつかめなければバンドは解散。でもさ、メイコ、その時はその時だ。
やってるね。あれ、ゆるーくパーマかけた。大切な人が真剣になった時は黙って見守ってあげようよ。そうだね、これでいいんだよね。どうにか完成した CD はレコード会社やライブハウスに送ることにした。いやー気持ちいいよ。萌子さんも入れば。これこれ、フリチンはやめなさい。へえ。ねえ、メイクさんも入ろうよ。早く来なさい。入ろうよ。一発撮りだからさ、あらが目立つんだよな。完璧なもんなんて求めてないよ。あの日、あの時、あの瞬間を撮るってことが大事なんだ。一緒に5円玉も入れとく。お、いいね。いいね。加藤、5円玉ちょうだい。うん。ありがとう。え？ピリ、本気？俺は超本気だぜ。何ぼーっとしてんの？花火なくなっちゃうよ。いやー、なんかちょっといいなーって思っちゃった。取って、加藤、取って取って。誰だ？一つそっち行ったぞ。おう。今この瞬間はいろんな現実から目を背けた上に成り立っている。それでも私たちはこの一瞬を、限られた人生をどこかに向かって進まなくちゃならない。
は険しい道でも君がいるならこれこれこれ本当にこんなメジャー会社から連絡あったのかよ。っていうか加藤こんな日に寝坊するかね。新人オーディションに送られてきた君たちの CD、 まだちょっと素人臭いけど個人的には悪くないと思ってね。で今回来てもらったのはオーディションとは別件なんだけど、彼女知ってるかな？グラビアアイドルの花村ひとみ。年末にかけて CD デビューさせる予定でね。でもほら、よくある痛いアイドル歌手にはしたくないんだ。君たちのような荒削りなバックバンドと、あとは彼女自身のリリックでアーティストとして売っていきたいんだよね。あれ？君は？私どうかな、彼女とバンドを組んでみない？楽曲はこっちが全部用意するから。悪い話じゃないと思うんだけどな。考えてみてもらえないかな。お断りします。今日はわざわざ来てもらって悪かったね。ありがとう。ごめん。クーネルダスの佐伯さんですよね。まだ覚えてるやついたんだ。今でもたまに聞きますよ。高校生の俺を音楽に駆り立てたバンドだったから。そのあんたがなんで大衆に適応しなければ表舞台からは消える、それだけの話だよ。だからってあんなアイドルの音楽誰が聴きたいんだよ。じゃあ君の音楽を誰が聴きたいのかな？まあ大切にしたいものが変わったんだろうね。自分のプライドとかそういったものからもっと別なものに。君もそのうちわかるよ。
結局それからデモ CD の反応はなかった。人の日記普通勝手に読むか？何も書いてないじいらっしゃい。ください。はい。ゃん。はい、ください。今日はね、いちごとソーダ味がね、どっちがいいかな。いちご、いちご。あげる。すいません。1時間ね。はい。風が気持ちいいな。なんだかどこまでも行きそうな気がする。メイクさん。俺たち別れよ。何急に。嫌だよ。じゃあ2人で俺の実家行って仕事手伝うよ。バンドは？そしたらバンドどうすんの？バンドやめる。そんなの種田らしくないよ。俺らしいって何？じゃあ俺はどうすりゃいいの？君の言動はいちいちプレッシャーなんだよ。自分がどうしたらいいかわからないからって君は何もしないで俺に押し付けてばっかじゃん。嘘つき。俺がどうにかするって言ったじゃん。ずっと一緒だからって言ったじゃん。そんな大事なこと適当に言うなバカ。英子さん、ごめん。俺はほんと最低だ。
と出かけてくるね。すぐ帰ってくるよね。うん。そう言って出かけたきり、種田は帰ってこなかった。種田が出て行って5日が過ぎた。メイコ、なんか食べないと死んじゃうよ。種田の新しい曲、初めてちゃんと聞いた。あれって別れの曲だよね。もしかしたら前々から別れるつもりだったのかな。何言ってんの？てか行くとこないじゃん他に。でもね、この5日間不思議なくらい気持ちが楽なんだ。おい台所の野菜たちが大変なことに。うるさい。でもじゃがいもがちょっとした妖怪に。もういいからご飯作ってくださいね。はい戻って。すいません。ねえ愛ちゃん、会社辞めたいって思うようになるちょっと前から毎日がね、すごく怖かったんだ。どうにかいい方向に持っていこうとしたんだけど、もうどうしたらいいか分かんなくなっちゃって。苦しいよ。へへへじゃないよ。どんだけ心配したか。ちょっと待って、今メイコに変わるから。種だ。もしもし。おひさメイコさん元気してた？種田、なんで今まで連絡くれなかったの？どこにいるの？今何してんの？そんな一度に聞かないでよ。とりあえず新しく携帯買い替えたとこ。ずっと泊まり込みで仕事しててさ、超ハードだったよ。仕事って？前の会社に頭下げて戻してもらった。また働くの？でもバンドは続ける。
メイコさん、俺は音楽でね、世界を変えようと本気で思ってた。でもこの頃はミュージシャンになりたいんじゃなくってバンドがやりたかっただけなんじゃんってさ。みんながいてメイコがいて、本当はそれだけでいいんだ。種田、会いたい。早く帰ってきて。メイコさん、たまには俺を名前で呼んでみてよ。なるおちゃん。ポッキー。バーカ。ねえ。もう別れるなんて言わないよね。言わないよ。あ、メイコさん、それから最後にもう一言。愛して。帰るか。俺は幸せだ。本当さ。なんでお前急に元気なんだよ。羽田が帰ってくるって分かった途端この調子。やだ、なんか超迷惑。羽田、ねえちゃんと聞いてる？聞いてるけどさ、これから追い出しライブなんだよ。そんな話つまんないじゃん。だってメイコさん、お茶汲んだり顧客管理するために生まれてきたわけじゃ絶対ないじゃんか。いくら就職しづらい時代だから。もういいよ。やっと仕事決まったんだよ。彼氏だったらさ、頑張れって言ってくれるとこじゃんか。いや、だからって何の興味もない仕事でいいの？そんな未来が予想できる生活なんてつまんなくないっすか？あんまり私に自分重ねないでよね。
次で最後の曲で、つまり僕らにとって学生最後の曲で、今日のために新しく作りました。とりあえず聴いてください。つーか聞けっつってんだろ。もう貸しなんていらねえよ。いいっすか、超不謹慎なこと言っていいっすか。飛行機がビルに突っ込んだり、どっかで戦争が始まったりした時、嫌な気分なのにどっかちょっとワクワクしてるすっげえな自分がいるんだ。だって俺らの未来には全然希望の光が見えてこなくて、劇的な変化も少なくて退屈な毎日が続くんだ。たとえ緩い幸せがだーっと続いたとしても、それで満たされた風な格好だけの大人になんかなんねえと。皆さん D で卒業おめでとう。でも俺はもう少し時間をください。何か答えが見つかるまでは。たとえそれが険しい道で世界の果てまで続いていたとしても、僕は僕の道を行くんだ。ずいぶん思い切ったこと言ったね。そうですよ。ずいぶん強がったこと言っちゃったよ俺は。でもさ、すっきりしたんじゃない？一つだけ言えてないことがある。ん？何？僕は君のことが好きなんだ。うん、知ってた。帰ったらラブソングでも作ってみよっかな。じゃあ早く帰ろう。うん、帰ろう。早く家に帰ろう。もう奇跡としか言いようがないっすよ。大げさな。こんなしょぼい花屋じゃ出会いないって思ってたら、やっと入ったバイトが井上さんで。大橋くん18だっけ？出会いなんていっぱいあるでしょ。いや、なんか学生ってチャラチャラしてて、井上さんは落ち着いてて大人って感じで、年上のが全然いいっすよ。井上さん家ここから歩いて10分くらいでしたっけ？僕バイクだから二欠してけば一瞬なんで送りますよ。でもしよかったら今度一緒に飯でも。あれ危ない危ない。
久しぶりにバイトして疲れた。メイコ眠い？超雨降ってきてる。やっぱり傘借りてくればよかったかな。じゃあ何釣ったって？そりゃそうか。まだ2ヶ月しか経ってないんだもんな。もしあの時すんなり別れてたら、もしあの時私が何も言わなかったら、もしあの時私が会社を辞めたりしなければ、そもそも初めから付き合っていなければ。GGTV ジョージズガラージ、嬉しいですね。今週のゲストは花村ひとみ with インソムニア。今回来てるのは、そういうグラビアアイドルの話、もししたかったらしてもいいんですけど、でもそれよりもですね、アーティストデビューすること決まったんですよね。そうなんです。念願のアーティストデビューです。それでは本日のゲストのビデオを見ましょう。花村ひとみ with インソムニアで手のひら。どうぞ。起きてるか？肉まん食わねえか？メイコ、メイコ、バカかお前、何やってんだよ。なんでもないよ、ほっといてよ。今は一人がいいから。
お七さん気持ち悪いんですけど。悲しいこと言うなよ。必死で面接受けてんのに。あんなに働くの渋ってたのになんか急だし。なんかかけると別のもんで埋めたくなるのかね。俺もそろそろ先に進まねえと。信号無視してまで向こう側行こうとしたやつ目の当たりにして何もせずにはいらんねえよ。まあそいつは渡りきんなかったけど。お待たせいたしました。ゆっくりどうぞ。よし、いただきます。ねえ加藤、本当にそれでいいの？ごめん。ごめんなさいね。ちょっと早く着いたもんだから。いえ。すみません。種田くんの荷物まとめられてなくて。当たり前だけど、あいつはここで生きてたんだな。あいつこんなの履いてたの？お父さんもいけるんじゃないですか。いやいや、私にはちょっと。あんまり自分を責めちゃダメだよ。8月の終わり頃かな、あいつから電話があって実家に帰るって言ったんだ。そしたら事故の5日くらい前かな、また電話があって、やっぱりその話を忘れてくれって言うんだ。東京で大事なものが見つかったからって。それはきっと芽衣子さんのおかげなんでしょう。
こんなものが芽子さんを傷つけるなら持って帰ろう。じゃあ残りの荷物は着払いで送ってね。はい。じゃあ。だからじいさんってば。ああ、どうも。これ宛先と送り主の住所が一緒じゃねえかよ。ばあさんに出しとるです。一日の報告を逐一せんといかんのです。そんなこと直接話せばいいだろうに。そうしてやりたいんですが、もうこの世にはおりませんので、向こうではきっと退屈しとるでしょうし、いや手紙が届くとばあさんが私のことを覚えててくれるような気がします。キモ朝つうかお前その格好でママチャリってなんだお前その髪型。お前しかも夜にグラサン。うるせえよ。つうかこんなとこ呼び出してメイコどういうつもりだよ。さあお待たせ。そんでこっちがギターアンプ。本気かよ。音域ごとのバランスをこのつまみで変えられるから好きにいじってみて。ありがとう。やっぱ自分のベース取ってくれよかったかな。何テンション上がってんだよ。次金曜日予約入れちゃってるから。メイコちゃんさ、私結構本気だから。あんなギターじゃバンドなんて成立しねえよ。死ぬほど練習するって。なんでバンドなんだよ。メイコちゃん、俺らボーカルにもギターにも要求するレベル高いよ。おい食べ過ぎだろ。おお、ちょっとここで開かないでよ。トイレそっちだからね。大丈夫かあいつ。ビリー。なんとなくでやってくるほどバンドは単純じゃねえよ。
偶然だろうけどアンプのセッティング種田と全く一緒だったな。何よりもさ、音を鳴らしてえのって本当は俺たちじゃね？ドラムの前にいると悲しいくらい落ち着くな。なんで音楽なんて好きになっちまったかね。なあビリー、やろうぜ。お。お久しぶりっす。先輩背中悲しすぎ。就職先決まっちゃった。よかったじゃないですか。いいのかいいのか俺。はなんだよこの何とも言えないもやっとした気持ちは。あそんな気持ちを一曲聴いてください。あーつうか先輩、今度ライブやるんですけど一緒に出てくんないですか？ライブ？レコード会社の人がうちらのバンドに声かけてくれてて、次のライブ見に来るんすよ。そんで対バンって探してて。バンドなんてお前他にたくさんいいんだろ。ダッサいコピーバンドじゃ寒いじゃないですか。それに前聴かせてもらった先輩たちの CD、 私あれ結構気に入ってるんですよ。ありがてえけどそれは無理だな。なんでですか？あの歌歌えるやつはもういねえんだ。お疲れ様。お疲れ様です。ギターって上手い下手じゃなくてかっこよく弾くのが一番だと思いますよ。弾く人の気持ちを弦とコイルとアンプが増幅させる楽器。ギターのそういうとこ僕は好きなんですよね。さすがギター少年語るね。僕何の取り柄もなかったけどやっぱり同じ冴えないやつらと会って初めてギター手にした時世界が開けた気がしたんです。その感じってゼロとゼロを合わせて無限。また僕今寒いこと言ってました。なんだ君は自分で言っておいて。ギターで分かんないことあったら言ってくださいね。ありがとう。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様。気をつけて。
ライブ？学校の後輩に前から対バンしないかって誘われててさ。いつよ？ 1ヶ月後。まあその時は俺も断ったんだけどよ。いやー、さすがにそれは無理だろうなあ、メイコ。やってみたい。空に歌ってみたい。ねえ、空にって何？じゃがいもの芽の毒のこと。そうなんだ。ねえ行こう。愛ちゃんどうしたの？アンプなんか持って。度胸試しにさ、新宿の駅前で歌ってみようと思ったんだけど、何もできないで結局帰ってきちゃった。久しぶりに街に出て迷子にならなかった？まあもともと迷子みたいなもんだしね。まだまだ迷ってばっかりだけど。そっか。じゃあ上達のほど聞かせてみ。いいよ。ねえ愛ちゃん。私前にさ、ソラニーは恋人の別れの曲だって言ったでしょ。でももしかしたらそうじゃないかもしれない。なんかうまく言えないんだけどさ、過去の自分との別れの曲かも。そんな風に思えてきたんだ。
と行っちゃうよ。ビール、お肉。ビリどうしたの？あ、ガチャガチャ。あ、こういうの好きなんだよね。子供だね。子供だもん。なんだこれ。外れかな。可愛いよ。うん。うん。じゃあ一個いる？うん。ありがとう。なんで勝手に入ってくんだよ。電話してもチャイム鳴らしても出ねえのはお前だろうが。練習最終日に寝坊とかマジボッコだよ。すめー。すめんじゃねえよ。早くしろよ。ちょっと待って。加藤切れてんぞ。ちょっとビリ待って。早くしろ。なあメイコ。あ、悪い。こんなこと聞くなって感じだけど。何？もう平気か？種田のこと。なんで？平気なわけないじゃん。悪い。でも今はもう悲しんでばっかりじゃダメだなって思うんだよね。メイコ強いのな。俺はさ、悲しくなんかね、全然悲しくなんかね。あんなつまんねえ死に方してどうなるってんだよ。勝手な野郎だって思うよ。毎晩あいつのこと考えて毎回ふざけんなって思って、その度涙が止まんねえんだ。いいやつだよ。だろ？じゃあどうぞ。はい、ゆっくりどうぞ。下になりますんで。はい。どうも。
サブリナサブリナ多いっすね。サブリナ多いっすね。こんにちは。こんにちは。よ、大変そうだね。一応出させてもらってる身分だからよ。受付ぐらいやんねえと。こんにちは。二人は？いや、メイコちゃんさ、緊張しすぎで今ガッチガチ。どうぞ。そりゃそうだ。メイクをステージ立つの初めてだもん。俺もそろそろ行かねえと。じゃあチケットまた後で。じゃあお願いします。はい。あ、加藤。頑張って。おう。お疲れ様です。お疲れ様でした。客の入りどうよ？いやー、結構入ってんぞ。まあつっても全部相川のとこの客、ほとんど学生。超アウェーだな。そんな中じゃ俺たちも六甲宅のおっさんに見られんのかね。昔はそんな奴らバカにしてたけどな。まんまと仲間入りだ。こっちの皆さん、そろそろお願いします。メコ、覚えてるか？前にうちの店来て人生納得って俺に聞いたろ。そりゃ人生不満を言ったらキリないさ。だろ？キリねえな。でも俺今日はなんかすげえ楽しくて。俺も楽しいな。多分俺にとって人生ってのはただ生きてくってことでいいのかもな。え、臭いです。くせえ。よし、ほんじゃぴょっぴょとかっこよくやっちゃって、うまい酒で打ち上げようじゃないの。よし。こんばんは、ロッチです。メイコ、メイコ、メイコ。何ビビってんだよ。もう始めようぜ。思いっきりやってやれ。どうも。どうも。ロッチってまだやってる？ああ、そ
そろそろ最後の曲とかじゃないですかね。ロッチって女性ボーカルだっけ？そうみたいですね。なんでギター始めたの？高校の時好きなバンドがあってさ、そのバンド真似したくて同じギター買ってさ、毎日アホみたいに弾きまくってたんだよね。そしたらもうすっげえ楽しくてさ、ギター弾いてる時だけはなんか無敵になった気分でさ、音楽を信じてやり続ければこんな俺でも世の中変えられる気がしてさ。そういうのいいな。私何やってもダメなんだよね。なんか不安。これから先ちゃんとやっていけるのかな。きっとさ、2人でならどうにかやっていけると思うんだ。手の葉ダメかしら。
話しちゃダメだよ。寒い冬の冷えた缶コーヒー、虹色の長いマフラー、小走りで路地裏抜けて思い出してみる。例えば幸せがだやっと私は今日ギターを弾いて歌った。きっとめちゃくちゃな演奏だったけど、ソラニンは間違えずに歌えたよ。あのライブから3ヶ月も経ったなんて思えないくらいあっという間で、いつの間にか外はもう春がやってきていた。これで最後？あとギターだけ。じゃあサクッと新居に荷物運んで引っ越し祝いでもしようじゃないの。今日はみんなどうもありがとね。1億円。ありがとう。なんで2回言うんだよ。
たとえいつかこの景色が見られなくなる時が来ても、その時までみんなと一緒にいられればそれでいいや。今日はそう思う。